皆さんこんにちは、しおねるです。今日は久しぶりに一人旅ではなく三姉妹旅、近鉄特急しまかぜに乗って伊勢旅行を楽しみます。乗車は大阪難波駅から。改札内にはお惣菜屋さんなどがたくさん並んでいました。ちょうどお昼の時間帯に乗車中ということになるので調達に便利ですね。しまかぜは大阪難波駅、京都駅、近鉄名古屋駅から伊勢志摩の賢島駅へ向かう観光特急、1日1往復の運行です。もっと運行してほしい気持ちはありますが、それもまた特別感がありますよね。しまかぜは以前からコメントなどでしまかぜおすすめなのでぜひ乗車してほしいっていう声をたくさんいただいていました。1ヶ月前に予約していたので待ちに待った乗車という感じです。乗車には乗車券、特急券の他にしまかぜ特別車両料金がかかります。しまかぜがやってきました。名前は島に吹く風の爽やかさをイメージして命名されたそうです。車体横からもその爽やかさが伝わってきますよね。お顔のガラス張りがとってもかっこよくて、颯爽感とその凛とした佇まいに引き込まれます。遮断部の展望車はハイデッカー式となっているため窓が高い位置にあります。中からじゃなくてこうやって外から見るだけでもどんな旅が待ってるんだろうってとってもワクワクしますよね。車両カラーは伊勢志摩の晴れやかな空をイメージとしたブルーが基調とされています。今回私が乗車するのはプレミアムシート。他にはグループで利用できる半個室、個室のお部屋の座席もあります。車内には黄色の座席が並びます。ライトも暖色で暖かい柔らかい雰囲気。座席は本革が使用されたリクライニングシート。程よい柔らかさで体を包み込んでくれます。背面テーブルは大きめのものが用意されており、木目調になっているので車両の温かい雰囲気にぴったりだなと思いました。プレミアムシートの中でも1号車と6号車は展望車両となっており、ハイデッカー式になっているので臨場感のある景色を思う存分に楽しむことができます。今回は一番前の車両の2列目。一番前じゃなくても十分景色を楽しめますが、やっぱり一番前への憧れはありますよね。次回こそは一番前を予約できるように頑張りたいです。島風です。途中大和八木、伊勢市、宇治山田、鳥羽、宇方に停まります。次は大和八木、八木です。座席はすべて指定となっています。網ポケットにはしまかぜの利用案内などのパンフレットと車内カフェのメニュー表がありました。カフェは後で行こうと思っています。到着までにアテンダントにお申し付けください。全面展望はこんな感じ。大きな窓から見下ろすように臨場感のある景色を楽しむことができます。大和八木、伊勢市、宇治山田、鳥羽、and 宇方。
なんとなくこの前面の形が貝殻っぽくも見えたりして海の方へ向かうということで、これからの楽しみを少し盛り上げてくれるようなそんな感じがしました。Please note that a Shimakaze ticket is required to board this train. お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。賢島行き特急しまかぜです。次は大和八木に停まります。本日は観光特急しまかぜをご利用いただきありがとうございます。各車両よりお知らせでございます。ワゴン販売は6号車から1号車へ順に参ります。ご移籍のお客様は恐れ入りますが、3号車販売カウンターをご利用くださいませ。ただいま各席より販売カウンターをオープンいたしております。各席では窓がびっくりするほど大きくありませんか？座席肘掛けの下まで窓が大きくあって、視界を遮るものが一切なく、車窓を存分に楽しむことができます。車内限定オリジナルしまかぜコースなどを販売いたしております。どうぞご利用ください。フットレストはこんな感じです。フットレストって立ち上がるときはちょっとめんどくさいなって思ったりもするんですけど、足のむくみを少し減らしてくれたりとかするので、私はかなり好きな機能です。座席は2列プラス1列の配列になっているため、一人旅でも気楽にゆったりと楽しむことができるのがとってもいいですよね。そしてアテンダントさんが記念乗車証とおしぼりを配ってくれます。記念乗車証をもらいました。結構髪の質が良くって可愛いです。と島風のおしぼり今めっちゃびっくりしてるんですけど、このリズムってボタンなんだろうと思って押してみたら、なんと今シートにマッサージされてます。すごすぎる。腰がこの押されて戻ってみたいな感じになってて気持ちいいです。嬉しい。電車に乗りながら腰をこう揉んでもらえるっていう最高の体験じゃないですか。収納式のテーブルもあり、こちらは背面テーブルより少し小さめですが十分に大きさがあるので、パソコンなどもここに置けると思いました。結構背面テーブルだと遠くてあんまり作業ができないっていうことも多いのかなと個人的には感じているので、これくらい近い方が作業はしやすいです。私が全面展望で一番好きなところなんですが、このトンネルから抜けて光が差し込む瞬間がたまらないです。カーテンも全自動で上がったり下がったりします。窓が大きいので手を伸ばしてもカーテンが届かないので、この全自動はとってもありがたいのですが、個人的にはカーテンは手動の方がスピード感を持って閉めたり開けたりできるので好きです。カーテンはラインで波を表しているのでしょうか。カラフルで可愛らしいデザインです。窓枠の部分には空調があり、自分で開けたり閉めたり調節することができます。窓は上部まで湾曲して高く作られているので、座席の背もたれにもたれかかって、この車窓を見るときにも空が綺麗に見えてとっても開放感があります。足元は緑色の絨毯が敷かれていて、足音も目立たず、また落ち着いた色合いが座席とマッチしていてとてもいいなと思いました。外装はブルーを基調としていますが、内装はこんな感じで黄緑っぽい黄色、そして緑の絨毯で少し森にいるような感覚があります。海や木の自然を感じることができて、とっても素敵な車両だなと思いました。
デッキ部分の形がこんな感じで三角形になってて、あそこのドアに吸い込まれていきそうな面白いです。この電車は賢島行き特急しまかぜです。無料で使える大型のロッカーもあります。じゃん。鍵なのでこうやって開けて入れて閉めて鍵をかけて、じゃん、こんな感じ。簡単ですね。あ、ちっちゃい荷物入れもあります。このねロッカーに入らないよっていう大きい荷物も、まあ鍵はかけられないんですけど、ここに置くことができます。車内はすべて禁煙です。よいしょ。通路が結構狭めで、じゃじゃーん、洗面所です。これは紫色なのかな、薄いラベンダー色かな、珍しいですね。じゃーん。でも結構明るいです。顔がはっきり見えるので嬉しい。そして男性用トイレ。洗面所の隣にはなんとパウダールームがあります。荷物掛けフックもある。パウダールームがある電車なんて初めてです。よっこいせ。じゃん。で、カーテンもちゃんと、よし、ありゃ、よいしょ。カーテンもこんな感じで閉められるので、ちゃんとプライバシーも保ててグッドです。ちょっと雑で最後まで閉めてなくてすみません。結構女性の方だったらやっぱ旅の途中にお化粧するタイミングってあると思うんですよね。私もうめんどくさいので家を出たら化粧直しはしないタイプなんですけど、リップだけかな。ここにこんな感じでやるんだと思います。そして多目的トイレがあります。自動で開け閉めできるんですが、すごくないですか？鍵をちゃんと閉めてくださいねって注意してくれます。はい、鍵閉めます。そしたら放送も止まって、あ、誰かが間違えて入ってきちゃったなんてこともないですね。で、チェンジングボードもあります。結構この通路通るときが、あれ？半ドアになってるぞ。なんで？なぜか半ドアになってます。ギリ通れた。こちらは3号車カフェ車両です。このカフェ車両の通路もとってもおしゃれで、土星とか火星とかそんな感じ。窓もこうやって上までに湾曲してあるのと、大きい窓、足元にも窓があるのでかなり光を取り込んでおしゃれな通路になっています。お、突然ビビッドな、なんかシュレックになりそう。じゃーん、シュレックシオネルですここはなんだ、カフェを利用した後の手を洗うところかな。だんだんと車窓に自然が多くなってきて、より癒しの空間へと進化していきます。
つもたくさん売ってます。あ、赤福売ってる。うわー、せっかくだからどれか欲しいな。美味しそうなスイーツが並んでいます。いや、結構売れちゃったの。カフェ車両は11時半頃に行って少し並びましたが、私たちが最後のお客さんだったので割とゆったり過ごすことができました。でも最後らへんだともう売り切れていることも多いみたいなので注意が必要です。わあ、美味しそう。じゃーん、こちらのモンブランセットにしました。こちらで美味しそう、めっちゃ綺麗な色。姉上は米粉大魔神なので米粉クーヘンと島風クラフトビール組み合わせやばい今11時46分なんですけど一生トンネルです本当にずっとトンネルでもう景色なんてこんなに嬉しい。もう自分と一緒にご飯食べてるみたいな。美味しいね。怖いなんかモンブラン頼んだんですけど、なんかマドレーヌもシルレーヌも2つついてます。売り切れでした。これでそういう感じでいただきます。うん、おいしい。食べる？おいしいよ。うん。田舎暮らししたい。田舎暮らししたいね。クラフトビールちょびっと飲んでみます。いいよ、伸ばし棒入れてる。それいいよ。車内ではおしゃれな音楽が流れていたり、車内メロディーも様々な種類があってとても面白いです。今回買ったのはこちらの島風のハンカチ今治タオルです。私は一人部屋になったことがほとんどないので、グッズを集めたとしても置く場所がなくってあんまりグッズを集めるっていうことを今までしてこなかったんですけど、それでもやっぱりこういう風に見つけると欲しくなってしまうので、消費するものとか普段使える小物系を買うようにしています。
後ろの席の方が降車されたのでリクライニングを最大限まで倒してみました。結構倒れるのでぐっすり眠れそうでした。なんとなくバックシェル構造が採用されていそうな車両ですが、そうではないのでリクライニングの際は周りの方への配慮が必要です。座席を向かい合わせて使用することもできますが、向かい合わせるとフットレスト機能が使えなくなるので注意してください。島風にはフリー Wi-Fi があります。こちらのフリー Wi-Fi を利用することで島風の走行映像、運転台カメラによる前方後方映像をリアルタイムで見ることができます。また雑誌書籍の読み放題サービスもあります。約2時間の乗車ですが、島風だと全然足りないなと思いました。もっともっと寄り道して長い距離を走ってほしいです。座席のリクライニングなどは元の状態に戻していただきますよ。またご不要の新聞、雑誌、空き缶などは駅のゴミ箱にお入れいただきますようご協力をお願いいたします。ありがとうございました。あっという間に到着して島風とお別れします。大阪難波駅では地下でのご対面だったので、こうやって外で見てみると改めてとってもかっこいい車両だなと思いました。天気が良ければきっともっとかっこいい島風を見れたんだろうなと思います。今回初めて島風に乗車しましたが、もうびっくりするくらい満足度が高くって、もうすでにもう一度乗りに行きたいなとうずうずしています。もしまだ乗ったことがない人がいたら、他の特急とは違って島風特別車両料金がかかるんですけど、それでも絶対島風に乗りたいってまた思うような電車なので、ぜひ一度乗ってみてほしいなと思います。はい、ということでじゃーん、鳥羽駅に到着しました。駅名表がみじゅ丸になってる。今日はこれから伊勢神宮には行かずに旅館に泊まってゆったりして、明日ね朝から伊勢神宮楽しみたいなと思います。いやーめっちゃかっこよくてびっくりしました。しかもこの服着てきて本当に良かったなって思ったんですけど、どうですか？今日はこの島風に乗って、じゃん、この間乗った特急ひのとり、あべのハルカスも昔登ったことあります。じゃん、そして青のシンフォニー、歴代乗ってきた電車たちが近鉄特急、このポスター全部乗ったことあります。ぜひ動画見てください。じゃん、これはね今度乗りたい青に押し。気軽に乗りに行こうと思っても結構予約が取れないので、計画的に今度乗りに行きます。地元のお魚やお野菜が売られている何々マルシェみたいなのがとっても好きなので、この鳥羽マルシェかなり楽しみました。鳥羽マルシェの前には足湯もあったりして、伊勢湾を目の前に見ながら足湯を楽しむことができます。じゃーん、駅マルシェじゃない、鳥羽マルシェで、これなんて読むんだろう、大内山牛乳買いました。なんかこれが有名みたい。コーヒー牛乳とか、あとなんだっけ、他にもなんか種類ありました。美味しい。私は結構牛乳が大好きで、温泉上がりとかは絶対に牛乳を飲むんですけど、生クリームっぽい濃いめの味が美味しいです。行く予定はなかったのですが、日本で唯一ジュゴンに会える場所と聞いて鳥羽水族館に行くことにしました。
何を隠そう、私は人魚姫が一番好きなんですね。めっちゃ久しぶりに水族館来ました。綺麗。あ、こんにちは。あ、人魚姫ってこういうことか。ヒレがとっても綺麗。ジュゴンはね、想像していたものとはちょっと違いました。あの前はなんでこういうなってる必要があるんやろ。鳥羽マルシェで生魚を買ってその場でお刺身にしてもらいました。そのまま旅館にチェックイン。おー、すごい、目の前海だ。うわー、じゃーんじゃーん、美味しそう。じゃあいただきます。何でしたっけ、こっちいただきます。うん、これこれちょっと食レポへめっちゃ美味しい。ありがとう旅館といえば浴衣。本当は伊勢神宮に日帰りで行く予定だったんですけど、やっぱりね、どうせなら朝に行って満喫したいなということで、今回は旅館を取りました。何海かはちょっとわかんないんですけど、伊勢湾とかどうだろう。この海を眺めながらね、贅沢に優雅に過ごしたいと思います。イエーイ。結構紫もいけてますかね。お夕食は展望回転レストランで食べました。一面ぐるっと窓になっていて、レストランが少しずつ回転していくんですよ。少しずつ変わっていく景色を楽しみながら美味しいご飯を堪能しました。多分梅酒っぽいちょっと味が。かもレモン美味しいさ。おいしい。最後に食べるって言ってた。うわー、伊勢エビ。やっぱ伊勢やからエビ。伊勢エビ。めっちゃ美味しい。伊勢エビめっちゃ美味しい。やったね。踊ってる。岩ガキです。すっごい大きい。こんな感じ。私のげんこつ。いただきます。お夕食の前にもお風呂に入ったのですが、もう一度今度は露天風呂に入りに行きます。かなり雰囲気があって歩くのが楽しかったです。見てください、懐かしの紙キャップ。なんていうの。あかん、入れへん、爪が。これ一番上だけめくれそう。いけ。あ、来た。おいー、できた。イエーイ。悪くないよ。歌ちゃんが教えてくれたおかげで俺も。じゃあおやすみなさーい。よいしょ。おー、いいですね。はい。お風呂も入ってご飯も食べて、あとはもう寝るだけ。
おやすみなさい。朝はバイキングスタイルだったのですが、窓から見えるビスタカーだけ撮ってご飯を取るの忘れてました。伊勢神宮へは普通電車に乗って向かうのですが、ホームに行ってみるとなんだかとっても可愛い電車が。今回私が乗車したのは波のショーという見るだけで元気が出るような賑やかな鳥羽島の海をイメージしたラッピング電車。とっても愉快で可愛らしい電車にかなりテンションが上がりました。海のショーというデザインもあるみたいで、私的には海のショーのデザインの方が好みっぽかったので、今度乗車するときはこっちを狙いたいなと思いました。伊勢市駅に到着です。伊勢市駅には手荷物預かり所があって、こちらでも預かりしてくれます。確か600円だったかな。あと無料でトイレの貸し出しもしてくれているので、伊勢神宮に行く前に寄った方がいいかもしれません。おー、冷た。参拝自体には下空内空合わせて約2時間かかりました。おしゃれなスターバックスやいろんなお店があってとても楽しめます。そしておかげ横丁は昔ながらの雰囲気が漂うとってもワクワクする場所でした。私はおかげ横丁を抜けたところの海鮮のお店で生牡蠣とホンビノス貝を食べました。とっても美味しかったです。そして一番楽しみにしていたこの赤福本店、初めて食べたのは2年前とかなんですけど、その時に美味しいと思って今回本店に来れるのをすごく楽しみにしてました。じゃーん、目の前は五十鈴川です。そしてまた刺身を食べて、結構時間がなくて慌ただしかったのですが、帰りはビスタカーに乗って大阪まで戻ります。オレンジ色とクリーム色の配色が特徴のビスタカー。横のラインに大きく V と書かれているのもおしゃれですよね。近鉄特急のシンボルである2階建て電車ビスタカー3世として誕生したビスタ X の2階席に乗車します。1958年に登場した初代ビスタカーは世界初の2階建て特急電車だったとのこと。今回乗車するのは3代目ではありますが、歴史を感じてワクワクします。鮮やかな青が印象的な座席、そしてこの何でしょうか、古代文字みたいなデザイン、独特で初めて見ました。ヘッドカバーには近鉄車両たちが並んでいます。そして荷物棚が少し高い位置に設置されているのと、仕切りがあって場所が小さくなっています。全体的に設備が古くはありますが、私的には快適に乗ることができました。コンセントがついていないというのはやっぱりデメリットではあるんですが、乗車時間自体もそこまで長いわけではないので、2階建て車両の景色を楽しんでいたらあっという間に目的地に着いていると思います。実際私もこの撮影以外では携帯をあまり触らなかったので、コンセントなくても正直大丈夫かなと思いました。
ぱり2階建てとなると2階に乗りたくなってしまいますよね。視界が高いというだけでいつもの倍景色を楽しめます。伊勢市駅の外の JR の外の売店で三重のソウルフードソウルドリンククリームソーダスマックというものを買ってみました。どんな味なんだろう。ちょっと前に買ったからぬるいかもしれない。乾杯。イエーイ。なんか表現するのが難しい。クリームソーダなんだけど、クリームソーダとなんかエナジードリンクを合体させたみたいな味がします。私結構好きですね。美味しい。なんか瓶が緑で色は白。そう、中の色は白ですね。スタン部の窓はオレンジ色になっていて、そこから車窓を眺めているとなんだか昔のフィルムで撮影したような車窓を楽しむことができました。ダブルデッカーじゃない車両もあって、そちらは真っ赤な座席が特徴です。そしてこちら2階建て車両の移動は階段を降りたり登ったりするんですが、探検しているみたいでとっても楽しかったです。上の窓、下の窓では全く違う景色が見えるので、それも面白いポイントの一つだなと思いました。近鉄特急名物のおしぼりももらいました。ちょっと細長め。買った。よいしょ。カーテンがこのリング式になっているのもなんだか昔を感じることができて、味があっていいなと思いました。こちらのビスタカーも窓が上まで湾曲してあって光が多く入ってくるので、普通の車両よりも車窓を楽しむことができると思います。これホテルでもらいました。伊勢エビせんべいプレミアム。ちょっと細め。
楽しい旅の時間はあっという間ですね。もうすぐ降車駅に到着します。今回は近鉄特急とともに伊勢志摩の旅を楽しんできました。いかがだったでしょうか。改めて旅の始まりと終わりで全く違う車両に乗るのも旅行の楽しみの一つだなと感じました。まだ乗っていない近鉄特急もあるので次の旅も楽しみです。はい、ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。